皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、菅新首相になってから初の日韓電話会談について取り上げていこうと思います。まずこの問題を取り上げるその理由としては、やはり菅新首相に変わったことによって日韓関係に変化があるのかというのを今回の電話会談から紐解いていこうと思います。最初に結論を言うと、今のところ変化というものは全く見られません。ですから、菅総理に変わったことによって日本側が韓国に対して何か譲歩するのだなといった、そういった雰囲気はありません。その点に関しては、今のところ不安はないようです。日本政府の側が変わらないとすれば、変わらないといけないのは韓国側です。では、韓国側のムン・ジェイン大統領にそのような変化の兆候があるのかどうかといったところをニュースを通じて見ていきましょう。菅首相、韓国ムン大統領と電話会談、厳しい両国関係放置せず。菅総理大臣は24日午前、韓国のムン・ジェイン大統領と就任後初めてとなる電話会談を行い、北朝鮮問題などで日韓の連携は重要であり、非常に厳しい状況にある両国関係を放置してはならないとして、韓国側に健全な関係に戻すための対応を求めました。菅総理大臣と韓国のムン・ジェイン大統領との電話会談は、韓国側からの申し出で24日午前11時頃からおよそ20分間行われました。この中でムン大統領が総理大臣就任への祝意を伝えたのに対し、菅総理大臣は謝意を示した上で、新型コロナウイルス対策をはじめとする様々な課題に共に取り組みたいと述べました。その上で菅総理大臣は、日韓両国はお互いにとって極めて重要な隣国であり、北朝鮮問題をはじめ、日韓、日米韓の連携は重要だと指摘しました。そして、拉致問題について、菅政権の最重要課題だとして、解決に向けた支持と協力を求めたのに対し、ムン大統領は日本の立場を支持する考えを示し、両首脳は日韓やアメリカも含めた日米韓3カ国の連携の重要性を改めて確認しました。一方、菅総理大臣は太平洋戦争中の徴用をめぐる問題などで日韓関係が冷え込んでいることを踏まえ、旧朝鮮半島出身労働者問題をはじめとして、現在非常に厳しい状況にある両国関係をこのまま放置してはならないと述べ、韓国側に健全な関係に戻していくきっかけを作るよう求めました。このほか、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う両国の入国制限措置について、ビジネス関係者などの往来の再開で近く合意できるよう協議を加速することで一致しました。この後、菅総理大臣は記者団に対し、今日の会談も踏まえ、様々な問題に関する我が国の一貫した立場に基づいて、今後とも韓国に適切な対応を強く求めていきたいと強調しました。会談についてのまずは日本側の記事、それに続いて、では韓国側ではどのような捉え方をされていたのか、中央日報を見ていきましょう。ムン大統領と菅首相初の電話会談でどんな言葉交わしたか。ムン・ジェイン大統領と日本の菅義偉新首相が24日に初めて電話会談した。両首脳は強制徴用など過去史問題に対し抽象的な水準で意見を交換した。輸出規制などには言及しなかった。ムン大統領は電話会談で菅首相就任を契機に強制徴用など両国間の懸案解決に向けた疎通努力を新たな気持ち加速化していこうと話したと青瓦台の官民速報道官がこの日会見を通じて伝えた。菅首相も懸案解決に向けた対話努力を促していくことにしたと官報道官は明らかにした。ムン大統領は特に強制徴用問題と関連し、両国間の立場に違いがあるのは事実だが、両国政府と全ての当事者が受け入れられる最適な解決法を共に探していくことを望むと話したという。菅首相はムン大統領に非常に厳しい状況にある両国関係を放置してはならないと話したと電話会談後に日本メディアに明らかにした。菅首相は様々な問題に関する我が国の一貫した立場に基づいて、今後とも韓国に適切な対応を強く求めていきたいと話したとも日本メディアは伝えた。菅首相が依然として強制徴用問題などに強硬姿勢を持っていると分析できる発言だ。ムン大統領は電話会談で、韓日が基本的価値と戦略的利益を共有する最も近い友人であり、北東アジア及び世界の平和と繁栄に向け共に協力していかなければならないパートナーと評価したと韓報道官は伝えた。これに菅首相は、韓日両国関係が過去史から始まった様々懸案で厳しい状況だが、ムン大統領と共に両国関係を未来志向的に構築していくことを希望すると答えたという。日本の輸出規制と
韓日軍事情報包括保護協定 GSOMIA に対する対話もあったかとの質問に、青瓦台革新関係者は、電話会談では関連した話はなかったと答えた。同関係者は、今日は首脳間で初めての挨拶。懸案に対する疎通と対話努力を首脳レベルで加速化ないし促すことにしたことに意味を求められるのではないかと話した。日韓双方の報道を引用しました。これにより会談の全体像というものがより正確になったと言えるでしょう。まず第一に、菅総理はこれまでの安倍政権の取ってきた政権政策というものを非常によく取り入れて、良いところはそのまま引き継いでいる傾向が見られます。この日韓関係に行っても、まず韓国側に問題があり、問題解決の行動をすべきなのは韓国側ですよということをかなり明確に態度として示しています。ですから未来に向かっての関係を築きましょうねとは言うものの、必ずそこには前提条件としてあなた方が問題の解決に取り組まなければそうはなりませんよということを示しているわけです。直接的にあなたたちの国が悪いから我々の関係というものは壊れているんだという表現を角の立たない外交的な言葉として説明しているわけです。一方韓国側も悪い意味で変化はありません。これまで韓国側は問題解決には日韓双方で取り組みましょうという言い方をしてきました。日本側が問題解決すべきなのは韓国側の行動であって我々ではないということに対して全く正反対の主張とも言えます。あくまでも日本側を巻き込んで日本側の態度を変えようという試みをしているわけです。ですから今回の電話会談においても日本側の対応というものが変わらず、あくまでも解決行動をすべきなのは韓国側ですよと言われたことに対して、菅政権もやっぱり強硬姿勢なのだなという評価をしています。ちなみに今回のこの強硬姿勢という表現はかなり柔らかいものです。ちなみに韓国の報道機関は前安倍総理に対してはこのような表現を使っていました。安倍晋三首相というのは極右政治家であり歴史修正主義者だ。だから韓国側に対して強く出てきているのだというような表現をしてきました。これは匿名のインターネットユーザーがどこかで悪口を言っている話ではありません。韓国の報道機関が極右政治家だ、歴史修正主義者だとレッテル貼りを行っていたのです。菅総理が今回見せた外交姿勢、問題解決の行動をすべきは韓国側であり日本側の問題ではないという姿勢をこのまま貫けば、菅総理に対しての表現評価についてもやはり安倍政権の時と全く同じように菅総理は極右政治家で歴史修正主義者だといった言葉を再び用いることになるでしょう。しかしこのことそれ自体は韓国側がどのように言おうとも日本側の対応としては正しいものであり、相手側がそのような批判をしてくることに関してはむしろこれを逆手にとって韓国側に対する厳しく当たる口実とすべきでしょう。特に歴史修正主義者という点においては、歴史を政府が作り上げて後々どんどんと悪化させていくのは韓国側の政府の行動であり、自分たちのことを棚に上げた行動だと言えます。今回の電話会談は20分です。通訳を入れたことからもわかるように、実質的には踏み込んだ話というものはしていないでしょうし、そのような話をするだけの時間的余裕はなかったはずです。ですから、菅総理としてはまさに安倍政権の外交姿勢というものをそのまま引き継いで、韓国側に問題あり、我々は問題解決を韓国側がするのであれば、日韓関係を良好な形に持っていけるだろうという話をしたわけです。韓国側にそのような問題解決行動ができるかといえば、全く期待できないわけですが、何にしても日本政府の対応の仕方というのは基本的には受け身で穏当なものです。私だったら韓国側の対応に問題があるということを口実として韓国に対して行っている優遇措置というものを段階的に排除し圧力を加えていくといった方法を取るのになと思ったりもしますし、本当に強硬な対応を取る政権であれば優遇の措置などという生ぬるい話ではなく、いかに制裁をかけていくか、その制裁のレベルを上げていくかといった話をして実施していくことでしょう。それが本当の強硬な姿勢というものなのです。今の韓国政府というものは日本側に何をやっても、そうした優遇措置の廃止について言っても制裁措置の実施についても行ってきていない、何をしても大した反撃がないということを考えて、今のような穏当な対応に対してですら強硬な姿勢だと評価してしまうのです。そのような極めて勘違いした状態が続けば、日本企業の資産売却が実施されることとなります。そうなれば、これまで受け身で対応してきた日本政府であったとしても、対抗措置を発動させる時です。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。